いいね。珍しいタコだね。どこのタコだい？総州秦野のだるまダコです。総州秦野か。いい顔してるね。このタコ、お父っつぁんが昔子供だった私に作ってくれたものなんです。お父っつぁん5年前江戸に出稼ぎに来たまま行方知れずなんです。このタコを見たらお父っつぁん自分が作ったタコだと分かって、私が開けてると気がつくと思って。なるほど。それでお前さん、お父っつぁんを追って総州秦野から来たのかい？はい、今福野屋という旅籠で働いています。旦那さんもタコ好きなんですか？ああ、好きだね。好きが高じて今じゃタコ作りの内職だよ。それにしてもいいね。全くいい顔しただるまタコだよ。はじめさん。はじめさん。おお、平助。お前どうしてここ？タコですよ、タコ。それよりはじめさん、お尋ね者が大棚の娘を人質にして取り込みやがった。何？徳松。旦那、はじめの旦那。どうなってるところじゃ？それがたった今、通りがかったお侍が止めるのも聞かずに踏み込んだんで。何？どこのバカだ。背中刺されてるのに。どうしてとどめを刺したんです。背中を刺されてもう手向かえないのに、とどめを刺す必要はなかったはずだ。所詮生かしておく価値のねえ人間よ。冗談じゃない。いくらお尋ね者でも人の生き死に勝手に決められてたまるか。やめろ平助。とどめを刺した理由、それだけですか？私は北町の仏で八兵衛。あなたは？仏の八兵衛かい。俺は旗本小普請組青山久蔵。青山様？ああ。青山様ってもしや？文句があんなら本所の屋敷に来な。くっそ、血も涙もねえ人殺しですよ。新任の与力殿が青山久蔵だと？平助、青山久蔵って取りこもりのお尋ね者にとどめを刺したってやつだろ。そうです。血も涙もない冷血漢。ありゃ一種の化け物ですよ。それは大変ですね。お役目中の女遊びや芸事の稽古はもちろん、小遣い稼ぎの大棚回りももってのほかってことになりますよ、源吾さん。バカ野郎、大きなお世話だ。あたしは寝たきりの親父抱えてんだ。息抜きと余力がなきゃ30票二人ぶち。親父道連れに首くくりよ。ああ、どっと気が重くなっちまった。何？所詮お見与力なんだ。俺たち同心がいなきゃどうにもならねえデクノボお飾りなんだよ。祭り上げときゃどうってことはねえ。俺が飼いならしてやるさ。へえ、できるんですかねそんなこと。平助だの。いやこれは単なる言葉のあやですよ、あやね。どうかこのことは一つお奉行にはご内聞に。磯貝さん、え？お奉行と私は奉行所では叔父でも甥いでもないと何度も言ったはずです。まあそうおっしゃってもね、事実は事実ですから。
八兵衛さん、これからここでの内職まずいんですかね。孫さん、その用事作り今でもまずいんだよ。青山久蔵である。ひでえらしいな北町や。上から下まで腐ってるってもっぱらの評判だぜ。俺はそいつを叩き直しに来た。おめえたちも首はいつもきれいに洗っとくんだな。生徒八兵衛、申し訳ありません。殺されたのは三河屋の主かと住み込みの奉公人の都合8人。8人も。あで押し込んだ盗賊どもは。あ、どうにか生き残ったてっちが人相が行くから盗賊は閻魔の重吉だと確認した。それから住み込みの女中の一人が消えている。おそらくそいつが一味の引っ込み役に違えねえだろう。おお、磯貝様。ああ、青山様からこれを。青山様、調べ始めたばっかりなのに何が動き広で。お八兵衛、はい。あとは任せたぜ。閻魔の重吉。武州無宿閻魔の重吉50歳。身の丈5尺8寸。小頭マムシの長寿甲州無宿。上州無宿女狐のお効果。灰神楽の辰吉。野ざらしの藤吉。全部で15人か。最後に宗州無宿竹蔵閻魔の重吉50歳。小頭マムシの長寿。見たことないね。知らないね。どういうこと横見やがれ。知らねえよ。マムシの長寿。はけ長次。閻魔の重吉はどこに隠れてるんだ。このままだとお前は獄問題だ。だがな、洗いざらい吐いたら助からないこともないぞ。役人と悪党の言うことは信用ならね長次、おめえ上野の広小路で何をしてた。別に気晴らしに行ったまでで。なめんじゃねえぜ長次。上野の広小路に何をしに行った。気晴らしだって言ってんじゃねえか。上野の広小路に何をしに行った。ここかい。長寿見つけたの。私がこの小間物屋で
野暮を済まして出てくるとここでばったり。運のねえ野郎ですよ。長次ここで何してたのかね。たまたま通りがかったんでしょう。気晴らしだと奴が言ってるように。そうかな。ああ、もうそんな結構でございます。ご丁寧にありがとうございました。旦那、何か。ちょいとごめんよ。邪魔したな。くそ、向こう岸に来やがったな。立て。青山様、あれだけ気晴らしだと言い張るところを見ると上野広小路はやはり関わりないのでは。宗次郎、関わりがあるから必死で口をつぐんでるんだよ。今福野屋という旅籠で働いています。旦那さんもタコ好きなんですか？いやあ、だるまだこ。ああ、旦那さん。そうか、おかよちゃんってのか。お父っつぁん見つかったかい？いいえ。でも大丈夫だよ。いつかきっとあのタコに気がつくよ。もうダメかもしれません。どうしてだい？私あと10日したら秦野に帰って借金の方に小田原の女郎屋に身売りしなければならないの。身売り？
病で死んだおっかさんの薬代なんかの借金の方に。お女郎になったら一生お父っつぁんに会えない。だから私お父っつぁんに一目会っておっかさんのこと伝えて一言さよならって。でももう10日しかないんです。ダメなんです。お母ちゃん、お父っつぁんの名前と年は？竹蔵50歳です。竹蔵？竹蔵さんって宗州秦野の出だったね。はい。でお父っつぁん何か目印あるかい？旦那さん探してくれるんですか？うん、毎日歩き回ってるからね。ありがとうございます。そういえばお父っつぁん右の眉の上に鎌状の傷跡があります。私もう行かないと叱られます。じゃあ旦那さんよろしくお願いします。宗州秦野のだるまだこです。お父っつぁんの名前と年は？竹蔵50歳です。宗州秦野の竹蔵。松吉、竹蔵、右の眉の上に鎌状の傷跡。はじめ、本当にあいつの正体分かってんじゃねえのかい？実は宗州秦野から来た竹蔵って父親を探してる娘に出会いまして、その竹蔵右の眉の上に古い傷があるそうなんです。なるほどな。だがそれだけじゃ松吉が宗州無宿の竹蔵って確かな証拠にはならねえな。ええ。まあ父親を探してる娘と合わせてみりゃ松吉が竹蔵かどうかはっきりするさ。青山さん、そら。娘がかわいそうかい？はい。仏の恥兵衛か。死んだ親父がおめえはいい同心になるって言ってたのを覚えてるぜ。久右衛門様が？ああ。まあもっとも取り違いで無実の男をご拷問にした挙句そいつを悔やんで腹切った与力の言ったことだ。あまり当てにはならねえがな。いや、お父上には同心のいろは教えていただきました。だったらこれ以上犠牲者が出る前にさっさと松吉の正体を追って閻魔の重吉の隠れが突き止めるんで。竹蔵さん。お前さん、竹蔵さんだろいえ旦那、私は松吉と申します。う？そうかな。宗州秦野の竹蔵さんじゃないのかい？ちょっとしたんでね。旦那、誰がそんなことを？おかよって子だよ。おお。ですが私は竹蔵さんじゃありません。そうかい。違ったかい。実はね、おかよって娘、おっかさんを病で亡くしまってね。それで横浜町の福野屋って旅籠で奉公しながら行方知れずになったお父っつぁん探してるんだよ。
それはお気の毒に。さあお嬢ちゃん、そろそろ帰りましょうか。よいしょ。じゃあ旦那ごめんくださいし。さあさあ帰りましょう帰りましょう。なんだ松吉です。はじめさん、やっぱり。お泊まりですか？いや。俺一人で大丈夫だ。はじめさん、どうして松吉がここに来ると分かってたんですか？松吉はな、娘に会いに来たんだよ。娘？ああ、宗州無宿の竹蔵としてな。あったんぞ。へい。あとは私が。じゃあ頼んだよ。はい。おかよを松吉に会わせるしかあるめい。おかよの娘の目の前で松吉を捕らえるんですか？はじめ。はい。長次が口を割らぬ以上甘いこと言ってる場合じゃねえだろう。ですが長次が捕まった上に松吉までとなりますと。重吉はなりを潜めるさ。その間に長次と松吉を徹底的に攻め上げて隠れ家を吐かせるんだ。大山様、なんで取りこもりのお尋ね者にとどめを刺した理由ですが。そんなことはおめえの知ったこっちゃねえ。お母ちゃん、どうしたんだよお母ちゃん。もういいんです。何が？お父っつぁん探すのやめたんです。もういいんです。
なぜだい？旦那さん、私のお父っつぁん何か悪いことしてるんでしょ？私知ってます。お役人が私を見張ってるの。お父っつぁんが悪いことしてて私に会いに来るのを待ってるんでしょ？捕まえたいんでしょ？だから旦那さんお父っつぁんを探したんでしょ？ひどいよ。ひどいです旦那さん。お母ちゃん、お母ちゃん、もし仮にそうだとしてもお父っつぁんに会わなきゃいけねえ。今会わなきゃこれからずっと会えなくなって後悔するかもしれね旦那さん、私後悔したっていい。だからもうお父っつぁんに会わなくたっていいんです。あら、はじめの旦那、いらっしゃい。いらっしゃいませ。え。おごまん、一番上等な弁当を作ってくれ。あらあら、お珍しい。豪勢ですね、八兵衛さん。長次にいろいろ話してもらおうと思ってな。人間うまいもの食うと気が緩むからな。なんだ、旦那が召し上がるんじゃないんですか。お茶おかわりどうぞ。おい、八兵衛さん、どうした？長次の野郎舌あかんで自害しやがった。なんだと？これで閻魔の重吉高枕ってわけだ。あとは松吉に頼るしかねえか。ですが松吉が竹蔵だっていう確かな証拠ないんですよ。おかよって娘が松吉を父親の竹蔵だと認めりゃいいんだよ。ねえ八兵衛さん。子供を利用するなんて俺は気に入りませんよ。私もです。娘に父親と認めさせて捕まえるなんて残酷すぎます。八兵衛さん、そこまでして手柄が欲しいんですか？平助、一郎だ。これが二人の運命だったんだよ。一郎だ。だったら会わずに逃げるよりきちんと会った方が幸せだし、お母ちゃんにとって新しい何かが生まれるかもしれない。私はそう思うよ。でも私、おかよちゃんに父親を咎人にしたってしこり残ると思うけどな。その時は私を憎みはいい。俺はみはいいさ。坊や、やってごらん。落とすなよ。帰って。私あんたなんか知らない。
旦那さん、この人は私のお父っつぁんなんかじゃありません。お願い、早く帰ってください。お母ちゃん、おっかさんの病で作った借金の方に女郎に身売りしなきゃならないのに、本当にそれでいいのかい？旦那さん、私江戸に来て、お父っつぁんのいる江戸に来て、同じ空の下で暮らし、同じ空気を吸った。だからもういいんです。これからは一人で生きていきます。ただ私、本当のお父っつぁんがあのタコをあげてるのかと思って、それで来ただけです。おかよ、おかよ、おかよ。旦那、私はおかよの父親です。お父っつぁん、盗賊閻魔の重吉の手下、総州無宿の竹蔵です。で、閻魔の重吉は今どこにいるんだい？駒形にある港屋っていう船宿です。分かった。ありがとうよ。いいかい竹蔵、お上にも情けはある。これから私と奉行所へ行こう。そいつはならねえ。大山様。竹蔵、おめえはよろず屋に戻り、いつも通りにしてるんだ。よろず屋におめえがいなけりゃ重騎たちは手が回ったと思い、さっさと江戸から逃げ出すに違えねえ。ですが大山様、万が一重吉に竹蔵の裏切りが知れたら、竹蔵はなぶり殺しに。まあその時は運がなかったって諦めるんだな。おい竹蔵、さっさとよろず屋に戻りねえ。八兵衛、お前もさっさと奉行所行くんだい。お父っつぁん。皆、取り物必要だ。召し取る相手は盗賊閻魔の重吉一味、場所は駒形の船宿港屋。皆生きたまま捕らえるため羽引きの刀を使用すること。早々に支度をしろい。青山様、青山様、我がに支度しろ。羽引きの刀と取り替えることを忘れるな。
旦那、閻魔の重吉をはじめ女狐の行為か子分12余りが間違いなく。よし、宗十郎、北町奉行所である閻魔の重吉はじめ女狐の行為か者ども皆神妙にお縄につけ。バカ野郎、てめえら捕まってたまるかい。閻魔の重吉、申し訳ねえが死んでもらう。この世でたった二人っきりの親子だ。一生懸命働いて借金返して仲良く暮らすんだよ。10両ある。これを借金を返す足しにしてくれ。旦那さん、後の始末は私に任せてさっさと江戸を離れるんだ。さあ、おかよ。八兵衛、頭の重吉を切り捨ておって、これで一味の全貌は闇の中。なんたる失態。承知。仏田八兵衛、これに控えおれます。なんだその姿は。仏田八兵衛、名前の通り仏になって攻めを取る覚悟。何とぞ厳しいお仕置きを。バカ者、いかに覚悟を決めたりしても水上仕事は何事だ。この間を血に染めて貴様北町の恥をさらす気か。盗賊閻魔の重吉一党の始末お知らせします。ご苦労です。頭閻魔の重吉鳥羽の出役にて凶暴に刃向かい死亡。小頭マムシの長次吟味に耐えきれず舌噛み切って自害。そして鳥羽の出役にて死せる者は今一人。名は宗州無宿竹蔵。以上3名の死に疑念一切なく召し取った者12名に迅速果断なる仕置き。心得ました。本日は帝国7つをもって役所を終わり。八兵衛、おめえいつまでそこに座ってるんで。
今が7つの鐘でございますよ。ちとお早いお帰りで。日が長くなったのよ。青山様、いろいろとありがとうございました。仏の八兵衛がくせえしべ打ちやがって。恐れ入ります。で竹蔵と岡谷は宗主に切ったのかい？はい、おかげさまで。貸した十両さっさと返せよ。必ず。青山様、取りこもりのお尋ね者の背中を刺したのは人質にされた娘だったんですね。きっと手ごめんでもされて無我夢中で刺しちまったんでしょう。ですがそのままじゃ娘は傷物になった上人殺しになっちまう。それで青山様、お尋ね者を表に出し私たちの目の前でこれ見よがしにとどめを刺して自分が殺したことにした。違いますか？八兵衛、おめえも岡谷の行く末守ってやりたくて重吉を殺めたんだろう。俺も人質にされた娘の行く末守ってやりたかっただけよ。今日は一人で飲みたくてな。誘わねえぞ。イメールで腹いっぱい癒されたいだけだったってそうかな。僕は関係ない。ハートはよくこの迷宮ストレスまでハマったんだって Everyday。 それが正体かい。嘘をついても嘘じゃなくなる。嘘があること分かったんだ。どうだってどうなったってなんでもないさ。言い訳みたいな愛なんかいらない。どうだってどうなったってどうでもいいさ。いやでも自分を逃げられやしない。どうだってどうなったってなんでもないさ。常識みたいな夢なんかいらない。どうなったってどんなことだってどうでもいいさ。このまま切れても誰のせいじゃない。